FM Osaka. 85.1. Dance fun. Gotcha. Anta, udulan na tayo. FM Osaka. Osaka. Take it easy. 12月5日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルリーをプロデュースしているゆしけしたあかねです。はい、師走に入りました。早いね。もう言うてる間に2025年が終わります。はい、この1ヶ月悔いのないように頑張りましょう、共に。はい。いよいよ、サンリオピューロランドの、35周年のパレードが始まりました。はい。皆さんですね。ね、いろいろ反響がありますよ。うん。で、だから今回、10年ぶりにね、新パレードっていうことで、今回のテーマもガラリと、そしてキャラクターたちのね、コスチュームももちろんそうだし、振り付けも、はい、がっつり入らせてもらっておりますので、もういろんな、何回も見に来ないとちょっとわからないぐらい、本当に、すごく、ボリューミーというか、一回じゃ見切られへんぐらいのショーになっておりますので、ちょっと絶対見に来てほしいと思います。どこでサンリオピューロランド。東京って言っていますが、多摩市なので、ややちょっと都心からは離れています。が、本当にみんな楽しめる、はい、サンリオピューロランドです。ちょっと絶対見てほしい。やっぱり見どころは本当に可愛いパフォーマンス。それを見に来てください。私の振り付けてわかるのか？でもちょっと、それぐらい、なんか自分の、コミカルめなところとかあると思うんですけれども、でもなんかがっつり曲のイメージに合わせて作ったりしたので、めっちゃ楽しかったです。振り付けするのもね。はい。なのでちょっとぜひ皆さんチェックしてほしいです。そしてメッセージがちょっと届いているのでご紹介したいと思います。はい。この方は、茨城県ののほほさん。あかねクラブ。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。先日、明治座での酔いどれ天使舞台ね、見てきましたと。ありがとうございます。主演の方の人気も相まって、会場前からグッズを求めた長蛇の列、そして若い方も多くて最初はびっくりしました。役者さんの熱演が際立つ、演出も洗練されたエネルギッシュなお芝居でした。酔いどれ天使は映画で見たことあるだけで、最初はあの作品の中にあかねさんを振り付けどんな演出なんだろうという不思議というか、びっくりしてたんですけれども、これか、あかねらしさがわかると、興奮しながら見ていました。生きるのに精一杯だった混沌とした、時代のお話ですから、重くなりがちなストーリーの中に明るさや生きている活力を強く感じさせる衣装とダンスに素直に素晴らしいなと感じました。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。黒沢映画ですよね。ダンスってあるね、物語の中に入っておりますし、なんか私もこんな舞台初めて見たというような、すごくなんか演出の部分も斬新で、初めて見るような舞台だなって思いましたし、刺激を求めるあなたにぜひ見ていただきたい。はい、そんな舞台となっておりますが、この舞台、大阪にも来ますよ。大阪は新歌舞伎座、12月5日から14日まで、今日からです。はい。なので、皆さんぜひ、大阪の関西の皆様、ぜひ、酔いどれ天使、見に来てください。はい。よろしくお願いします。はい。のほほさん、メッセージありがとうございます。さあ、じゃあ、そんなことでね、早速、曲に行きたいと思います。今日の曲はですね、12月ということもあります。2025年、ちょっと流行った楽曲を流していきたいなと思っております。
FM Osaka. 85.1. FM Osaka. Osaka. あかねクラ FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディのおかっぱということで、今日はこのお二人が来ています。自己紹介と一発芸をお願いします。じゃあ、この方からどうぞ。春菜アバンギャルディです。よろしくお願いします。では、一発芸したいと思います。はい。見えてますか？はい。いきます。はい春菜、いきます。右膝と左膝が、もう一回。めっちゃ楽しそうやったよね、今の。なんか、めっちゃいい。なんだっけ？頑張れ、頑張れ。じゃあ、すみません。はい。風花です。一発ギャグやります。はい。これめっちゃ美味しいで。ぶどう一つぶどう。ダジャレのね。はい。シンプルダジャレ。はい。さすがフルーツ大好きなので。はい、いいですね。はい、じゃあ春菜いきたい。はい。右膝と左膝がリズムに乗って久しぶり。結構良くないですか、この二人。めっちゃいい。すげえ。よかった。決まりましたね。なんか、過去一ですよ。なんか全然あっさり切れたという。すごいいい頃合いのね、ギャグでございましたけれども。はい。元気よくお届けしますよ。いいですね。なかなか良かったと思いますけども。はい、もう12月入っちゃいました。はい。い。で、2025年がもうすぐね、この1ヶ月で終わっちゃいますけれども。はい。い。どうでしたか ?2025 年を振り返って。めちゃくちゃ楽しい一年間だったなって思います。春菜さんはいなんか結構ファンの皆さんと会う機会も、はいイベントも多かったので、ファンクラブイベントも、初めてやったじゃないですそれ去年ですけどね。か。去年クリスマス始まろうかなっていうね、そうだけどね。今年はもうすぐですね。もうあと10日後、はい、ぐらいにありますけど。皆さんとお会いできるはい機会が多かったので、はいすごい力にもなりましたし、うん。嬉しかったです。はい。どうですか、ふうかさん。私が一う番ん記憶に残ってるのはやっぱりライブです。あーそうですはい。ねサードライブです。は3回目の、ライブやったんですけど、い。みんなの盛り上がりとかも、はどんどんパワーアップしていってて、すっごい楽しかったです。い。ね、サードライブもあったし、はい。台北でもね、ライブありましたので、はいジャムも、そうですね、アバジャンもありましたね。だから確かに、この1年間はたくさんね、自分たちのはい。ライブもできたなっていう感じもありますし、はい。この前、風花さんはなんか、ちょっと、はい。おしゃれをしてました。気になってて、はい。先月ね、はい、先月、マカオのルイ・ヴィトンのショーに、見に行かせて、参加させていただきました。すごいよね。ダナさんと一緒に行ってきました。どんなんだったんですか？新作のファッションショーだったんですけど、ほんまに画面で見るような、インスタとかの動画でよく見るような、憧れの、はい、ランウェイ。ランウェイ、客席に座って、この、間近をモデルさんが、歩いていくっていう。そう、すごい。ね。なんかコンセプトみたいなのとかもあったんですか？今回。あ、私たちの衣装ですか？ショーのことが聞きたいんですけど、あなたたちのコンセプトはあったんですか？それで言うと。リンクコーデをしたので、あダナさんと、はい、そうです。リンクコーデという、あなたたちはリンクコーデというコンセプトだったんです。よよかったです。かったです。なんかショーとかの、なんかコンセプトとかいうか、なんかどういう場所、なんか劇場みたいなとこでやってたの？なんやろ。うん。見てましたか？ちゃんとましたさ。あなた。
した。はい。取り押さえられたとかじゃないですよね。インスタフリーみたいな。ちゃんと目の前で来ました。はい。そうなんかね、あんちゃいます、この人。怪しいです。怪しいですよね。なんなんですか、ちょっと。で、なんかいいなと思うものもあったんですか、なんかお洋服に。お洋服、はい、ありました。で、いいなと思ったんや。はい。まあ、そういうことです、皆さんね。でも、すごいよな、なんか海外のな、そういうショーも見に行かせてもらえ有て。名なブランドと。そうですよ、もう世界的なブランドですからね、ルイ・ヴィトンさんが。すごいよな。そんなショーも見れて。はい。寝ないでね、本当に。寝てはないですね。はい。寝てないということでございます。一応まあ、私たち先月も、2025年、日本国際万博博覧会大阪パビリオンと、大阪関西万博東ゲートに設置中の脈々モニュメントが移設されるイベント。このね、こう、お辞儀してるね、脈々。その子が移設するということで、そのイベントにも、脈々飛び出しセレモニー。そうですよ。はい。で、またね、万博会場にはい。行ってパフォーマンスしたりだとか。嬉しい。はい。そして、12月3日には、YouTube ファンフェスジャパン 2025? はい。はい。これも幕張でね、イベントホールでありましたけれども、はい。 YouTube フェスはい。まあ、これ今回だから私が、いろんなクリエイターの皆さんと、この2025年にね、バズった曲を使って、ダンスパフォーマンスをこう、いろいろ展開していくと会場の中でね、はい。やるって、その演出を、やらせてもらいました、私。ありがとうございます。はい。アバンギャルディはもちろんのことね、YouTube、いろいろ登録をしてるクリエイターの皆さんとね、はい踊りでコラボしました。はい。はい。で最後にはこの OKP サイファーもね、はい。バズったということで、認定していただきまして。そうですよ。バズった。なんか YouTube のね、ショーツとかでもたくさんこうみんな踊ってくれたということで、よく、私たちもね、よく流れてきました。流れてきます。流れてきます。いろんな人が踊ってくれてるな、みたいなこと。難しいダンスですよ。はい。それをまたこうね、みんなチャレンジしてくれて、はで今回クリエイターの皆さんともコラボして。い。はい。で私はYouTube ファンフェス、かなり久々でしたね。ほんまにバブリーダンスで超バズった時も、バブリーダンスを YouTube ファンフェスで見ると、はい。ね、それこそオープニングとかでやったんで、へはい。そこからまた、8年。おー。ファンフェス自体はもう8年ぶりで、ジャパンはね。はい。そう。なので、まあちょっとなんか、で、100万人、ね、達成したというか、そのセレモニーも、多分私出てますよ。お疲れ様ですよね。出てなかったらどうしようと思ってけど、出てると思っています。はい。はい。はい。みたいなことで、またちょっとそういうこともできてよかったなーっていう感じでございましたね。はい。私は、脈々セレモニーで、もうコラボしたじゃないですか。みゃくちゃんといえ、違いますよ。うん。脈やと思ったけど、確かに。みゃくだと思ったよな。思った皆さんも多い。まあ来るって思ってたから、ちょっと、どうなんですかね。新たなコラボレーションができて嬉しかったです。しかしさ、やっぱみゃくはやっぱダンスうまい。めっちゃうまい。あれからほんまにイメージが、ほんまに変わったっていうか、めっちゃかっこいい方になんかイメージになってるから、やっぱすごいなって。はい。脈々ってやっぱすごいなっていうのを、改めて思ったりしましたけれども、まあでもね、今回のコラボの方も頑張ってくれてたと思いますよ。はい。はい。じゃあここで曲いきたいと思います。じゃあ風花さん。はい。先月、はいラッドウィンプスさんのリリースされたはい。トリビュートアルバムの中から一つ好きな曲を紹介します。はい。アレンジとかがとっても素敵なので皆さんに聴いてほしいです。はい。マイヘアイズバットさんでいいんですかです。どうぞ。いいんですかいいんですかこんなに人好きあなたが望んだ人ならばFM 大阪、
あかねクラブ。今日のカッパトークは、風花と春菜が来ています。お願いします。今、メッセージテーマメッセージ募集して、皆さんから募集してるんですけど、はい。はい。旅行先でのハプニングおー。でございます。はい。ちょっとまだ届いてないので、はいお二人のはい。旅行先を、はいでのハプニングを教えてほしいです。はい。あ、じゃあ、春音さはい。ん。はい。私の旅行じゃなくて、私たちアバンギャルディの遠征先でのハプニングなんですけど、長野県はイベントで行かせてもらった時に、はい。帰りがバスだったんですよ。ではい。長野から大阪はだいたい5時間5時間ぐらいかかるかかる。はいはい休憩もサービスエリアとかで入れてそっか5時間だったんですけど、うんその日、渋滞がひどくて、はで、バスでもう5時間経ったなと思って、い。うん。こう窓を開けたら、また、長野県。ってなって、 5時間経っても、大阪やで思ったらまだ、長野県。えおうで、どうすんのよ。そう。もうメンバーもパニック、うん明日もリハあるよね。あるし、早くからな、どうしようどうしよう大阪に。で、もう遅かったんですよ、夜が。そっか、そもそもね。だからサービスエリアもうんだんだん閉まってくるんで、じゃあお腹空いてもお腹空いてもないし。ないから、みんなで買ったお土産とかを、もうそこであげて、はい。でも無事に大阪には帰ってくれたので、何時間ぐらい時間でしたどうなんやろう。めっちゃ長かったよめっちゃな。長かったですよね。でも運転手さんもめっちゃ頑張ってくれたんで、 10時間ぐらいかかってんじゃないだってまだここから長野県からね、5時間。はい、5時間かかるってことは。 10時間以上かかってるんや。うわぁ。それはちょっとハプニングですね。風花さんありますはい。シャワーを浴びようと思って、お水出したんですけど、うんめっちゃ冷たくて、で、待ったら暖かくなるかなと思ってずっと待ってたんですけど、5分ぐらい待ってもずっと冷たくて、凍えながら頭とか、洗ったんですけど、どうしよう。どうしてもなくて、でも、はい。シャワ一回パーって頭から一回浴びちゃったんで、もう冷たってなって、でもそのままずっと頭だけとりあえず洗って、でも寒すぎてメンバーに連絡して、お風呂貸してって言って、連絡して、無事暖かいお風呂入れたんですけど、後から聞いたら、ボタンがあったみたいで、ボタンを押したら暖かくなったみたいで、私が注意不足でした。ああ、なるほどね。はい本当は、給湯ボタン。そうです。それが、でもどこにあるか分かんなくて、とか、あること知らなくて、水風呂に入って、あ、そうです。はいはい。海外はこういうのがね、あるんですかね。うわ覚えました。まあでもなんか前回もメッセージいっぱい来てたんやけど、その中でもやっぱ海外ではそういうなんかこう、なんていうんですか、お風呂とかも、水がね、出てお湯が出ないみたいなこともよくあるみたいなので、書いてくれてる人もいましたね。まあ海外、あるある。あるある。あるあるかもしれないですね。お風呂貸して。じゃあ、この方ね、チェコの寝床なれさんですけれども、はい。海外旅行での、ハプニングというか、祖母を亡くした時に、母を元気づけたくて、二人で、親子でね、チェコに旅行行ったんですって。まあ、ガイド本あるじゃないですか。はいはい。それ曰く、偽物の警官とか、偽物の両替商ああ、が、はいはい。うろついてるから注意してくださいって書いてたらしくて、で、まあ、旅行先ついて、チェコついて、で、なんか地下鉄の乗り換えの時に、なんかファンキーな格好のお兄さんが話しかけてきたと。で、もう私はもうすぐにピンと来て、ノーと言って、ね、彼を相手にしなかったんですって。そしたら、バッてそのファンキーなお兄さんが、腕を掴んできた。怖いじゃないですか。って思ったら、チケット見せろって言うわけです。要するに、このプラハでは、地下鉄で、地下鉄とかバスで、無賃乗車する人がいるから、それを取り締まる人がいて、そのファンキーのお兄さんは、その取り締まってる人だったんですよ。ああ、なるほど。ノーやなしに見せろっていう話で、その人からしたら、ノーやないと余計怪しまれたと。
そうで、まあチケットは私はもちろん持ってたけれども、とんだ勘違いに周りの人は苦笑いした。で、この旅行ですっかりチェコを気に入ってしまい、今は在住者となりました。やばくないすごいね。この旅がきっかけで住みたいと思ったんです。すごくないですか？すごい出会い。すごい出会いですね。まあでもなんか、そうね、なんか海外はね、そういう、ね、旅行先でこうさ、スリとかもね、気をつけろなんて言いますから。私もなんか一回あったな。あったよね。うん。なんか乗り継ぎで、なんて言われたんやったっけ？なんか乗り継ぎ、なんかどっかの乗り継ぎに行こうとした時に、まあちょっと疲れてはいたんだけど、なんて言われたっけ？ペットボトルに水入れるとこどこみたいな。を、あかねさんが聞かれてて、で、あかねさんは、なんか、もう荷物とか全部掘り散らかるから、携帯でしたっけなんかな、ちょっと確かに貴重品を、っていうかもう全体的に全部掘り散らかってたよな。で、なんか上とか言ってたら、メンバー周りにいて、あかねさん危ないみたいな。そんな、取られてるんちゃうとか言って、セーフやったけど。この度絶対あかねさんに取られるに1票とかかけてましたね。そう。だからまあちょっと気をつけないといけないんですよ。はい。ということで皆さんね、メッセージをお待ちしております。はい。FM 大阪のホームページをポチッと、そしてメッセージを送るところからあかねクラブをポチッと選んで、今回の質問テーマは、旅行先でのハプニングということで皆さんぜひ送ってください。はい。ここで、はい。ここで曲いきたいと思います。はい。かりねさんどうぞ。はい。私の最近のお気に入り曲です。はい。FM 大阪あかねクラブ。はい。おかっぱトークです。元気にやってます。はい。元気です。元気でやってますよ。です。最近ね、ちょっとね、困ってるっていうか、珍しい。珍しく困ってることがあって、ちょっと今もね、なんだろうね、ちょっと、お腹鳴ってるんです。私、最近ね、コンビニがね、大好きで、コンビニのご飯って今めっちゃ美味しすぎるじゃん。美味しい。惣菜関係。毎日のように新商品も出てくるし、こう期間限定とかもいっぱいあるじゃないですか。で、まあ、大好きでね。まあ、で、毎日食べてたんですよ。っていうのは、まあ自分もリハーサルとかがあるので、まあもう大体その自炊だとかそんなことなかなかできないですし、仕事上ね。だからもうちょっとコンビニに頼っていたんですが、だんだんやっぱね、お腹がね、恥ずかしく出てきてるんですよ。それは自分がビール好きとかもありますよ。けどなんか落ちにくい。で、まあちょっと今足がさ、怪我してるから余計にちょっとこう体を動かすのもさ、なかなか、怖いですもんね。怖いし、ちょっと、あんまりね、走ったりとかもできないので、食べるものがわかんなくて。どういうことだから何食べたらいいかわかんないんですよ。で、わかんないから、もう、じゃあいいやってなって食べない。ダメでしょ？ダメ。でもついにダメだと思って、どうしたらいいっていう。お腹空いてやばい、今も。おにぎりとか。そうですよね。で、まあちょっと、一応賢いチャット GPT、相談はしてみました、一応。ちょっと、絶対に食べないことはダメです。はい、ダメです。で、まあ、よく知ってくれてんだよ、私のことなんでかね。だから、あかねさんみたいな忙しい人は、そういうこと、もうそんなん言うんやったら食べた方がいいって。まあなんか、本当にバランスのいい食事なんですって大事なのは。食べないということで痩せるわけではないと。はい。ちゃんと栄養バランスの整った食事をすることで、体の、まあいろいろね、肌の調子だったりとか、それこそ、まあ、ちょっと、なんていうんですか、脂肪がつきにくくなるとかも、バランスなんですって。そうおっしゃっても、今もむっちゃお腹なってるわ。どうしてんじゃん。そう。なんか、どうしたらいいですかって。で、今日食べたものはちなみに、ヨーグルト系のドリンクと、クエン酸系のゼリーと、だからバナナが3本。だけリンゴかけらのやつ。だけと、チーズ。
それを言ったら、全部糖質と呼ばれてるものなので、それ以外のタンパク質とか、炭水化物は取れてないので、だからダメですよってこと。そう。バランス。果物やったらいいんかなと思うやん。バナナやったらなんかさ、お腹確かに溜まるからいいんかなと思うんですけど、違うんやって。そう。ほんまに、ダメですよっていう。ありますなんか悩み。悩み事あります。私もハマってるものがあって今。はい。それが梅干しシート。あれ一袋食べたら塩分が結構多くて。そうですよ。でもあれ止まらなくて、撮影前の前日とか絶対食べたらダメじゃないですか。もう、食べたいってなって、朝起きて、まあ、多少、君たちはまあ運動しているから、でも欲してるんじゃないですか、体が、塩分を。でも同じです、私も。私はそんな動いてないですけど、塩分しか欲してないですけど。でもマジで。いけんじゃないですか、塩分肩。そうですよ。ふうかさんは悩みないんや。すぐに思いつかない。いいなぁ。でも私が全く料理もできないし、全部お母さんに任せちゃって、勝手にご飯が出てくるから、いいなぁ。がないっていうのはあります。家族に助けられてるんですね。はい。めっちゃ助けられてます。わかるの。めっちゃ大事やなと思う。家族。やっぱね、ちょっと、独身女子なんで、私。独身一人暮らし女子なので、ちょっとそういう部分では、すごくいいなって思いますね。あれはメンバー17人おるから、日に日に誰かを呼んで作らせて。やってくれるんですかそんなこと。お給料制なら。本当ですかね。確かに。健康のために。健康バランスはちょっとね、やっぱ考えてもらわない。お肉と、魚とか。本当ちょっと不安ではありますけど。まあね、ちょっと、そうですね、ちょっと、まあ頑張っていきましょうよっていう。ほんまやな、もう冬やしな。健康には気をつけましょう。風邪とか引きやすいから。でも引いてはないから。ちょっとこれから気をつけ。しかもさ、足がほら、怪我してるじゃない。で、もうすぐさ、もうそれこそ手術なんかもしようと思ってるんですよ。もっと体力つけるために。そうなんですよ。だから本当に、それは思ってます。今のうちに。だからまた、ピラティスなんかももう、やり始めて再開して、めちゃくちゃ忙しい合間を縫って。大阪帰ってきるとき必ず行ってるんですよ、今。でもちょっとやっぱピラティスが、ちょっとやるだけで、ほんまになんか膝の調子も変わるという。なんでやっぱ体と、そして食べ物大事ということです。はい。そんな、ゆるゆるトークだったけれども。じゃあ、告知とかありますか？ABC テレビ、ぺこぱのマルスポ、あさっての12月7日、朝11時10分から放送されます。はい、日曜日でございます。これはなんか、先月あったイベントの模様が、はい、放送されるということで、アイムと小花が出ておりますので、皆さんチェックしてください。なんかメンバーがね、結構来てくれてた、来場してたお客さんと、キャッチボールしたりとかして、で、古田さん。はい。ね、古田さんと一緒に共演したそうです。すごい。はい。なので皆さんぜひ、チェックしてね。お願いします。はい。そして、アバンギャルディサードシングル、ワークイットのミュージックビデオが、はい。YouTube にて公開されています。はい。ぜひチェックしてください。はい。今回もね、とんでもない MV が仕上がりました。はい。どうですか？びっくりよな。びっくり。いろいろと、なんか、ほんまに可愛い。おしゃれ。最先端って感じがします。ダンスももちろんなんですけど、なんかやっぱり、なんかこの世界観、この楽曲の世界観を本当にすごく表現していただきました。はい。はい。今回も山ちゃんに、はい。山ちゃんに作っていただいたので、皆さんぜひ見てください。お願いします。はい。アバンギャルディ公式 YouTube で、動画がアップされているので、そちらもぜひチェックしてください。ぜひチェックしてください。はい。で、また2週間後でね、18と、
なんつうんですか、20って。20日です。やばい。20歳とか出てやばい。20日って言うんですね。18と20日には、アバディ万博ね、ファンクラブイベントもありますので、皆さんね、楽しみましょう。はい。はい、ということで、今週の、担当者は、担当者は、春音と風花でございました。ありがとうございました。すいません、なんか、すいませんでしたね。はい、じゃあお別れに一曲ということで、じゃあ、私たちの曲流しましょう。ナイトテンポ×アバンギャルディでワークイットです。